そんなに大したことじゃないんだけど、ちょっと落ち込む。もやもやするなんてことありませんか？40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして従う。反発せず対抗もせず、心穏やかに人の意見に耳を傾けられると、私もその年に達してるわけだけど、迷うし、天命ってよくわからないし、まあ昔に比べれば対抗心は減って、幸せな人を見たら嫉妬することもなく、素直によかったねと思えるようになりましたよ。だけど4ヶ月で4キロ痩せると宣言してダイエットを始めたものの、なんだかうまくいかなくてモヤモヤするというか、自分にちょっと苛立ってます。低カロリーの食事を作ろうと図書館から借りてきた本がいけなかったのか。3週間でマイナス 8.7 キロ、1ヶ月でマイナス 6.6 キロ。そんな数字は夢か幻か。真剣にダイエットしてるはずなのに全然成果が出ない私ってちょっと自己嫌悪。おやつをナッツにしてみたけど効果あるんですかね。なんて落ち込んでても何にもいいことなんてないですからね。気持ちを入れ替えて体重を測ってやっぱり変わってない。体重が減ればそれに越したことはないけど、真の目的はお腹をへこませること。 SNS で見かけた筋トレをやったりしてね、結構前向きに努力してるつもりです。結果は後からついてくると信じたい。なんかうまくいかない、私ってダメだなーなんて自己嫌悪に陥っちゃった時に気持ちを切り替える方法がいくつかあります。最近これはと思ったのは、信頼のおける人に私のいいところはどんなところと聞いてみたこと。誰が一番正直に答えてくれるだろうって考えましたよ。娘？息子？それも悪くない。親友？学生だったらそれもいいかも。でも今となってはね、仲のいい友達はそれなりにいるけど、みんな大人だから、そんなことを尋ねたら重いかもね。何かいいことを言ってあげなくちゃって考えさせちゃいますよね。とあれこれ考えて、女子中学生の孫に聞いてみました。中学生といっても女子は侮れませんよ。意外と人のことをしっかり見てます。で、返ってきた答えは、それはまた急ですね。なぜですか？マリさんの良いところは楽しんでるところでしょうか？というものでした。びっくりしました。しょっちゅう立ち止まって考えては、そんなことは大したことないよって自分に言い聞かせて一歩先に進む。それの繰り返しだなと思ってたのに、人から見ると楽しそうに見えるのかってね。自分では気がつかなかった自分を知りました。そう言われてみれば、私って案外楽しく生きてるかもしれません。時々落ち込むことはあっても、人の命に関わることじゃなければ全ては大丈夫、とりあえずはなんとかなるってね。そして一人きりでもニコッと笑ってみる。笑顔でいるだけで脳の中で幸せホルモンが出るんです。お腹を抱えて笑える番組も好きだし、映画も好き。
誰かと一緒に笑い合えたら一番いい。でも一人で何かしてて、今怖い顔してたかもと気づいたらにっこり笑います。くよくよしてるなって思った時に、もう一つやることはお散歩。これをやってる人は多いと思うけど、本当にいいですよ。家の中でうつむいてるより、大きな空の下で胸を張って歩くだけで気分は上向き。歩き始めはなんてため息ついて、ダメなことばかりが頭に浮かんでくるんですよ。で、ダメなことが全部頭に浮かんできたところで、今の私って本当にダメなのって考えてみるんです。子育てがうまくいかなかった時、結婚生活が終わった時、母の介護が必要になった時、その頃の方が今よりずっと辛かったよねって。そうすると、そっか、今はそんなに大変じゃないかもって気が楽になるんです。時には将来のことが不安でもやもやしてる自分に気づくこともある。そんな時には、いや先回りして不安の種を拾い集めてどうするのって自分に言い聞かせます。将来の不安に押しつぶされて、今の平凡だけど穏やかな日々の幸せに目を向けられない。だとしたら、この先永遠に幸せな時なんてやってこない。いつだって不安や心配はゴロゴロ転がってるんですからね。どこに目を向けるかは自分次第です。美味しそうに焼けたガトーショコラを眺めてにっこり。幸せホルモン出てます。これは上の孫のバースデーケーキ。男子高校生のためのケーキです。しっかり濃厚なチョコレートケーキ。でも大人は甘すぎるのが辛いから、自家製の甘酸っぱいジャムを忍ばせました。苦手なクネルに挑戦しよう。少し温めたスプーンでホイップしたクリームをラグビーボールみたいな形になるようにすくう。そっと乗せるつもりがボトッと落ちてしまいました。残念。だけどこれぐらいなら笑い飛ばしますよ。失敗した自分が逆に面白い。気を取り直してクリームは絞ることにします。サントノーレ口金って美しく絞るのは至難の業。ケーキの大きさと口金の大きさがアンバランスだけど、もうこれでいっちゃいます。余ったクリームでなおも絞りの練習。このまま冷凍しておいて料理にでも使いましょうね。この間焼いたクッキーが残ってました。これも使おう。クリームの大きさもさることながら、クッキーが一つ足りないのも笑えます。白いクリームが大きな翼に見えないこともない。思う存分未来に羽ばたいてね。16歳のお誕生日おめでとう。なんだか思うように結果が出てないダイエットだけど、朝のウォーキングは続いてます。痩せないならやめちゃおうっていう気持ちになるかと思いきや、意外とそうはならなかった。コストパフォーマンスとか損か得かで考えたら、こんなことは意味がないのかもしれないけど、人生の物差しはそれだけじゃないですよね。なんとなく気分がいいってことも大切です。
空や木や川や野鳥を見て自然を感じるのってとっても贅沢な一日の始まり方だなと思います。でもまあこれを始めたきっかけはダイエットですからね。ちょっと頑張って歩きます。昨日とは違う道を選んで、ご近所だけど新たな発見も楽しいですよ。階段があったらとりあえず登ってみる。渡ったことがない橋があったら渡ってみる。ただそれだけのことなのにとっても新鮮です。人が入れない森は野鳥の王国。薪が積んであるお家を発見。東京の住宅街では珍しい光景です。カフェですかね。と思ったら陶芸作家さんのお家みたいです。素敵な花瓶、いいですね。今日のウォーキングのゴールが見えてきました。冬空に映える富士山。東京生まれの私にとっていつ見てもほっとする光景です。ちょっと落ち込んだりもしたけど、気持ちを入れ替えて美味しいご飯を食べながらダイエットを続けます。パン作りが趣味だけど日本人ですからね。もちろんご飯も食べますよ。令和の米騒動に振り回された1年でいろいろなお米を買って食べました。節約をモットーに安いお米を買ったりしたけど、中にはちょっとがっかりなのもあったりして、やっぱりお米は美味しい方がいいですね。今日は8分好きに精米してみよう。お米を研ぐ水が冷たいです。さすがに12月ともなるとどっぷり冬ですね。自家製の生ぬかでぬか床が元気になってる気がします。放置しすぎたベビーリーフ。丁寧に暮らしているようでいて、実は手抜きも多いです。このままじゃ小松菜になっちゃうねって一人で笑ってごまかしてますよ。笑い事で済ませられることは笑えばいいんです。今日食べる分は見切り品で OK。 お金を使うところと使わないところ、メリハリつけて生活したい。
冬の食事は圧倒的に鍋が多いです。野菜、お豆腐、お魚、便利な一人鍋。美味しいご飯が炊けました。鍋の味付けは毎回変えますよ。本日はピリ辛のスープです。いただきます。ダイエットしてるんだからご飯はもう少し減らさないとね。体重が減らない理由はこれですね。12月に入っても日中は暖かい日が続いてて、冬支度がずいぶん遅れてしまいました。そろそろ大きなストーブの出番です。霜が降りる前に観葉植物を部屋の中に避難させないと。伸びてしまった。夏の間にぐんぐん伸びたポトス。ちょっと失礼します。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も